Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to K-Boys Flutter University ということで、今週も始まりました K-Boy のフラッター大学。MC は私 K-Boy がお送りいたします。ということでね、5月も終盤に入ってきましたけれども、あと2つぐらい5月中やっていきたいと思います。ということで今日もビルドしていきたいと思います。ここを押すか、コントロール D と。はい、コントロール D と。今日はリストビューみたいなやってでリストをやった後に次の動画で今までのおさらいみたいな感じで、一通り UI を作ってみようみたいなところをやって、もうその次から6月からはもうね GitHub の使い方とか Firebase の使い方とかそういうの言っちゃいたいと思っていますという話をしてる間に、前回の続きビルドされましたね。はい、前回はテキストフィールドをこういう感じで入力してこれを押すとこれが出るみたいな、ね、やつをやりましたね。はい、ということで今日もね、メインダートのところをいじってリストビューをね表示したいと思いますが、一旦、今週もねこちら、コンテナの中身をねなくしちゃいますか一旦。はい、コンテナの中身に一旦コンテナだけからのやつをね一旦入れて、この状態にしときたいと思います。ちょっとこの辺のコントローラーとかも消してと、はい、消して、カウンターも使ってないから消して、はい、ということでやっていきましょう。はい、ですね、フラッターのドキュメントの方見ながらやっていきたいと思います。はい、Docs の今週もクックブックを見ながらねやっていきたいと思います。クックブックのリスト、このリストやっていきましょう。上から見ていくとグリッドリストみたいなやつから始まるんですけど、グリッドっていうのはなんか横並びのこういうやつなんで、ちょっとこれは後でやるとして、先に一番簡単なこのユーズリストってやつをねやっていきたいと思います。はい、ここに Create List View って書いてあるんですけども、もうね何も考えず、これはこれしか書いてないんで、このドキュメントこれちょっと一旦コピーしてみますか。で何も考えずにこのさっきねコンテナに置き換えたこのコンテナの中身のここを、やっちゃいましょう。で終わりだけコンマにしてで保存とすると、見てください、簡単にリストが表示されました。はい、これ非常に簡単でですね、リストビューの中に今回リストタイルっていうね、これを並べていくとポン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 ってできるわけで、別にテキストとかでもいいと思うんですよね。ここはそう何でも、これはカラムとかと一緒でトントントンってこうリストビューのチャイルドにどんどん入れていくことはできます。はい、だけど、何が違うかっていうとですね、これ多分ねちょっといっぱいコピーしておいてみたいんですけど、どんどん置きますね。これリストビューはスクロールビュー的な役割も最初から兼ねているので、カラムとは違って、これはねカラムにね変えてみるとね、ほら下がここはみ出してますよエラーになるんですけど、リストビューはもうそもそもそういうの前提としてるんで、たくさんあったらその分スクロールさせてくれるという感じですね。はい、でリストタイルっていう今使ったこれねあるんですけど、リストタイルも別にリストタイルじゃなくてもいいんですけど、リストタイルっていうのを使うとこの、リーディングっていうのとタイトルっていうのがあって、シンプルなリストビューでよければこのリーディングになんかここにウィジェット入れるんですけど、これ何でもいいんですよ、テキストでもいいんですけど、アイコン今入れたり、タイトルのとこにねこのマップでテキスト入れたり、別にここもアイコンでもいいんですよ。アイコンで並べちゃってもいいし、こうなるし、はい、やってくれるんですけど、あとリーディングの他にですね、これトレーリングもあると思ってて、ここにアイコンを入れると、この一番右側のここにも、なんか設置することができます。例えばここにアロー、こうやってやると見たことある感じになりません？一番右に矢印がある感じで、
そうなんかこういう感じですね。イメージとしてはなんかこういうお問い合わせアイコンがあってお問い合わせあってこの矢印があったらこれを押そうみたいな、なんかそういう機能をリストタイルは持ってたりするので、まあ便利ですね。いい感じにリストが最初から作れると。オンタップもついてるんで、まあ、例えばこうオンタップってやって、まあ、ここに画面遷移のね、コードを書くと画面遷移ができますよっていう話で、ちょっと画面遷移、前回やった画面遷移を持ってきますか、どこから。はい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 。ナビゲーション。あれ。ここでこれでやってあげると、はい、これでやってあげるとお問い合わせをしたら、次の画面に行くとか、こういうこともできます。はい、そんな感じですね。まあこれが基本です。リストビューの基本で、じゃあ次はこのままリストビューを使って、まあ次のステップじゃあ行きましょうか。はい、ということで、今はユーズリストっていう一番簡単なやつやりました。ちょっとこの辺も読んでみますか。Work with long list。 なるほど。今回はこれの場合はですね、やっぱデータがサーバーとかから送られてきて、それをリストにするみたいなイメージの話ですね。そうするとこのリストビューをそのままウィジェットとして使うんじゃなくて、なんかもう一つリストビューに用意されてるビルダーっていうね、このねイニシャライザー、まあファクトリーっていうんですかね、これを使ってですね、やっていきたいと思います。まあその場合はアイテムカウントもとアイテムビルダーっていうところに渡してやっていくんですけども、やっていきますか。はい。じゃあそのままコピーしてやってみましょう。これもファイルアイテムがこうあって、ここに置きます。はい、これはまあ細かいのは置いとくんですけども、ストリングのリストを1万個作るフォー文みたいなやつですね。これあんま使ったことないけど、はい。で、これをですねコピーして、このリストビューのところ、ちょっと一旦ここを置き換えてみますか。はい、リストビューを置き換えました。このリストビュー .builder で保存してみると、わーって、これはねもう1000個ぐらいありますよ。1万個か、めちゃくちゃバーってあるんですね。はい、こういう感じでリストを1万個作って、そのデータをこのリストビュー .builder っていうところにね渡すと、まずアイテムカウント、アイテムス .length で、まあこれ1万個あるんで1万個の数を渡してあげて、で、まあこれ例えば5個とかにしたら5個しか出ないと思うんですけど、多分ほら5個しか出ないんですけど、で、ビルダーの方でこのインデックスとかわかるんですけど、リストタイルにこのアイテムスのインデックスを渡してあげることで、これっていうのはね、アイテム1、アイテム2、アイテム3っていうストリングの配列なので、1個目のインデックスには0が入ってて、アイテムスの0番にはアイテム0で、2個目はインデックスに1が入っててアイテム1、3週目はアイテム3、2、アイテム3みたいな、アイテム4みたいな感じでこう順番にぐるぐる回ってるので、0、1、2、3、4、5ってなるわけです。ここは別に全部ここはですね、インデックスを使わずに、K ボーイとか言うとこんな感じで単純に K ボーイが1万個出るだけだし、
ここをアイテムスとかじゃなくて5個にするとケーブルが5回出てくるだけなんですけども、今回このアイテムスっていうのを使ってみました。でこのアイテムスのジェネレート何やってるかわからないという方のためにですね、ちょっと簡単に、やってみますと、何やってるかっていうのをね分かりやすくするためにストリングのアレイをちょっと作ってみたいと思います。はい、できました。はい、このアイテムスはですね、配列です。ストリングが3つある配列がアイテムスですね。K ボーイ1、K ボーイ2、K ボーイ3となってて、これのアイテムカウントね、カウントじゃねえ、レンスね、投げてあげると、アイテムスは1、2、3、3つのはず。これで、これ更新されてない気がする。ちょっとおかしくなったのでやり直してみましょう。はい、ということで、アイテムスに K ボーイ1、K ボーイ2、K ボーイ3が入ってるから1、2、3とここに表示されたし、4つ目ね、4つ目に4とかやってると、これあれだね、ビルダー走んないから更新されないんだね。リロードされないんだね。もう一回ビルドし直さなきゃちょっと更新されないですね、この中身は。なるほど。こんな感じで1、2、3、4という風に出ます。はい、アイテムスの長さ、個数がアイテムカウント。そしてその中で、インデックスに応じて中身をね、順番に表示していくなら、このシャープじゃね、ドル、カッコで囲むと、この変数をね、これ変数っていうんで参照して、この中身のインデックスを取り出すことができると。0番目だったらアイテムスのこれ、1番目だったらこれ、2番目だったらこれ、3番目だったらこれみたいな感じで順番に出てくるので、K ボーイ1、K ボーイ2、K ボーイ3、4って感じで表示されるというわけです。はい。ちょっとだけ難しかったかもしれません。初心者にとっては。他には、じゃあこのグリッドリスト行ってみたいと思います。はい。グリッドリストもですね、コピーするだけで簡単にできるので、ちょっと一旦コピーしてしまいましょう。はい。ここのコンテナの子供に、よいしょ、よいしょ。カンマに変えて保存。はい、できました。はい。ちょっとコメントをね、削除して。はい、これですね、クロスアクシスカウントっていうのが、横は2列でやりますっていう意味ですね。これ3にしてみると3列になります。4にしてみると4列になります。はい、ということで2列にしておくんですけれども、このチルドレンに今回は、この場でね、リストをジェネレートしてますね。100個ジェネレートしてます。はい。配列を100個ジェネレートして、こうインデックスが渡ってくるんですけど、括弧の中に。このね、ここからここの間の括弧の中に。で、このインデックスに順番に0、1、2、3、4ってこうか。0、1、2、3、4って入ってくるから、アイテム、このドル、インデックスってやると、この変数1個だけだったら、これいらないんですけど、これあってもなくてもね、いけるんです。変数だけしかなかったらこれでいけるんで、アイテムこれでやるとアイテム0、アイテム1っていう風にできます。これちょっとね、詰めてみるとここ詰まると思いますね。はい。そんな感じで、これスタイルはこの前やったテキストスタイルの話で、デフォルトのヘッドラインっていうやつの大きさになってね、ちょっと大きめになってますね。これ消してみたりすると、ちっちゃくなりました。はい。そんな感じで、2列で100個のリストをジェネレートしてるから、下まで頑張っていってみるとどうなるか言ってみましょう。100番目までいけるか。99番目まででしたね。はい。0から99までで合計100個、ここに並びました。一応初心者のために解説しておくとですね、プログラミングっていうのはですね、1スタートじゃなくて0スタートなんで、基本的に数えるときは0番目、1番目、2番目っていう風に数えるので、100個あったら0スタートの99個で100個っていう風にね、やるのがプログラミングの
まあよくある話なんで覚えておいてください。はい。で、リストジェネレートこれでできました。はい。グリッドビューですね。グリッドビューね、5個ぐらいにしておきますか。おー、すごい。なんか3列ぐらいにすると、なんかメルカリっぽくなりますよね。なんかこれを、テキスト真ん中にもあるから、ちょっと待ってくださいね。ちょっと僕のやりたいことがあるんですよ。これをね、カラムに変えて、で、一旦テキストを、まあ入れるとして、これね。で、こうなるじゃないですか。で、ここにね、多分ね、画像をね、入れるとね、メルカリみたいになりますよ、多分。ここに、おなじみの K ボーイのね、写真を。入れて、はみ出した。はみ出しちゃったね。はみ出しちゃったけど、いいんじゃないですか。なんかあれかな、フレックスとかにしなくて、エクスパンドとかにするのかな、これ。どれかな、こっちかな。これでいいや。エクスパンデッドにしたらいい感じだった。ちょっと小技出しちゃいましたけど、エクスパンドでとかで囲むとですね、いい感じの大きさにしてくれますね。はい。こんな感じで K ボーイ0、K ボーイはい、K ボーイ0、K ボーイ1、K ボーイ2、K ボーイ3、K ボーイ4みたいな。これでどの K ボーイをあなたは買いたいですかという話ですね。はい、こういう感じでグリッドビューが作れました。はい、次行こう。なんか DM 来てるけど次行こう。はい、リスト。ホライゾンタルリスト。なるほど。さっきのリストビューをホライゾンタルにもできるということですね。はい。じゃあこれもまたコピーします。はい。ここからコンテナの子供のところでコピーして。もうできた。それから高さ。なるほど、なるほど。こういう感じでですね、横のスクロールができるわけですよね。いいですね。これをさっきのさ、K ボーイのこれを入れたらどうなるの？これでここに K ボーイを入れたらどうなるんですか？ダメだ。ダメじゃないか。1個目に K ボーイみたいな。こういうのありますよね。カルーセル的なね。ちょっとこう大きさが全然合わないんですけども。これをいっぱい置けばいいんじゃないですか。ここに。はい。まあこんな感じで。横にスクロールビューを作ることもできまして、リストビューかできて、これでスクロールダイレクションっていうところがポイントで、さっき一番最初にやったリストビューと別にここ以外は変わんない。ここ消したら多分縦になるんですけど、消えた。おかしくなった。ヘイトもやってあげたらいいのかな。できた。ちょっとヘイトがないとダメなんだ。はい、こんな感じでですね。縦にスクロールさせるためにはヘイトが必要だったんですけど、そう、リストビューをこれを、ホライゾンタルにすると横にできるし、そうですね、ちょっと横にこう並ぶし、バーティカルにすると、こういうふうに縦に並ぶよという話でした。はい。
これがスクロールダイレクションですね。1回目にやったスクロールダイレクションはもうこれなしだとバーティカルでやってくれると思うんですけど、というわけです。はい。Create list with different types of item。 これはですね、これちょっと難しいんでスルーしたいと思いますが、難しいけどからスルーしよう。結構抽象化してるからな、これ。まあこういう風にいろんな形のやつを全部同じ形式のセルじゃなくて、たまにでかくしたりとか、そういうこともできるよっていう話ですね。はい、戻る。これは Place a floating up bar above a list。 これはすごい。一番上にこんなやつがこんな風にって、これ Twitter のあれみたいだな。そういうこともできるらしいですよ。ほう。一旦ちょっとまあ解説するほどのものでもないかなと思うんでスルーします。はい。ということで今回はですね、まあ基本的な、リストビュー、あとは、グリッドビューね、やったりしました。はい。こうやってリストをいろいろ使うと、なんかね、やっぱ普通の例えば Twitter とかね、Instagram とかそういうのでも一番左側にフィードってあると思うんですけど、ああいうのがこういうリストビューで、またグリッドビューで作られてますので、ぜひぜひ、絶対使うね、技術の一つだと思うんで覚えておいてください。はい。ということで、まあ、次5月ラストにしようかなと思うんですけど、今まで使った技術を使ってちょっとアプリっぽい形にしてみようっていうやつをやってみたいと思います。はい。以上で K-Boy のフラッター大学、今日は終わります。See you next time!